あなたにとって挫折は何につながると思いますか？挫折は成功への階段である。北里柴三郎。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は北里柴三郎の言霊を紹介していきます。北里柴三郎は日本の医学界を切り開き、日本の細菌学の父と称される偉大な人物です。彼はペスト菌を発見し、破傷風の治療法を確立することで多くの命を救いました。そんな彼が残したこの言葉、挫折は成功への階段である。この言葉には、挫折や失敗は単なる終わりではなく、成功へ向かう大切なステップであるという強い信念が込められています。北里自身も多くの困難に直面しながらも諦めず、医学の発展に尽くしました。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず北里柴三郎のルーツを探るところから始め、言霊が生まれた背景を探っていきます。言霊よ、あなたの心に響け。さて、まずは北里柴三郎のルーツを探っていこう。ハミルさん、彼がどこで生まれたか知ってる？確か日本のどこかだった気がしますけど、どこでしたっけ？北里柴三郎は1853年、現在の熊本県小国町で生まれたんだ。小国町は自然が豊かで、昔から教育熱心な地域だったんだよ。北里家は武士の家系で、特に学問を大切にする家だった。じゃあ、子供の頃から勉強熱心だったんですか？そうだね。幼少期から漢学や儒学を学んでいたよ。特に父親の影響で、努力することの大切さを叩き込まれていたんだ。でも、柴三郎はすごく活発な少年で、外で遊ぶのも好きだったらしい。勉強ばかりじゃなくて、遊びも大事にしていたんですね。そうなんだ。自然の中で育ったことが、後の研究に対する好奇心にもつながっていくんだよ。そんな北里柴三郎が医学に目覚めたのは、熊本医学校に入学してからだった。どうして医学の道を選んだんですか？当時、日本はまだ西洋医学が十分に発展していなかった。でも、柴三郎は病気で苦しむ人を救いたいという強い思いを持っていたんだ。そこで、さらに専門的な知識を学ぶために東京医学校、今の東京大学医学部へ進学するんだよ。じゃあ、日本の最先端の医学を学んだんですね。そうなんだけど、彼は日本国内にとどまらず、ドイツのベルリン大学に留学することになるんだ。そこでは細菌学の第一人者、ロベルト・コッホの研究室で学ぶことになったんだよ。ロベルト・コッホってすごい有名な人ですよね。そう、細菌学の基礎を築いた人物だね。柴三郎はここで本格的に細菌の研究を学び、医学の世界に革命を起こすことになるんだ。北里柴三郎さんって具体的にはどんな研究をしたんですか？彼の最大の功績は破傷風菌とペスト菌の研究だね。特に破傷風菌の研究では、血清療法という画期的な治療法を確立したんだ。これは感染症と戦うための大きな進歩だった。破傷風って今でも怖い病気ですよね。当時はもっと大変だったんじゃないですか？そうなんだ。破傷風にかかるとほとんどの人が助からなかった。でも柴三郎の研究でその致死率を大幅に下げることができたんだよ。そして彼の活躍はこれだけじゃない。ペストが世界中で大流行した時、彼は香港に派遣され、ペスト菌を発見したんだ。じゃあ、ペストの原因がはっきり分かったのは、北里柴三郎さんのおかげなんですか？そう、柴三郎のチームがペストの原因を突き止めたんだ。それによって、世界中で予防策が取られるようになり、多くの命が救われることになったんだよ。すごい、まさに世界を救った人ですね。そうだね。
彼の研究は今でも医学の基礎となっているんだ。彼の言葉、挫折は成功への階段であるは、まさに彼自身の人生を表しているね。失敗しても諦めず挑戦を続けたからこそ、世界に大きな影響を与えることができたんだ。北里柴三郎さんの努力と挑戦の姿勢、本当にかっこいいですね。そうだね。では次は彼の名言がどんな背景から生まれたのか、さらに掘り下げていこう。北里柴三郎の言葉、挫折は成功への階段である。この言葉の背景には、彼の研究人生における多くの挑戦と挫折があるんだ。研究ってたくさんの実験や検証が必要ですもんね。でも具体的にどんな挫折を経験したんですか？例えば破傷風菌の研究だね。当時破傷風は治療法がほとんどなく、感染すると命を落とすことが多かったんだ。でも柴三郎は絶対に治療法を見つけると決意して研究を始めたんだよ。でも一筋縄ではいかなかったんですよね。そう、彼は何度も実験を繰り返したけど、なかなか成果が出なかった。細菌の培養や血清の作成には細かい調整が必要で、ほんの少しの違いで結果が大きく変わる。失敗するたびに改良を重ね、ついに血清療法を確立したんだ。すごい。諦めなかったからこそ成功につながったんですね。その通り。柴三郎は失敗イコール終わりではなく、失敗イコール成功の一歩と考えていたんだ。だからこそこの名言が生まれたんだよ。次にペスト菌の発見について話そうか。柴三郎が香港に派遣された時、世界中でペストが猛威を振るっていたんだ。ペストって昔ヨーロッパで大流行した黒死病の原因ですよね。そうだね。世界中で何百万もの人が亡くなった恐ろしい病気だよ。でも当時はまだペストの原因がはっきり分かっていなかった。柴三郎は現地に向かい、ペストの研究を始めたんだ。でも香港での研究は大変だったんですよね。そうなんだ。一番の問題はフランスの研究者アレクサンドル・イェルさんとの競争だった。彼も同じ時期にペストの研究をしていて、結果的に世界ではイェルさんがペスト菌を発見したとされてしまったんだよ。柴三郎さんの功績が認められなかったんですか？そうなんだ。当時の国際学会ではイェルさんの論文が先に発表されたため、柴三郎の発見は十分に評価されなかった。これは彼にとって大きな挫折だっただろうね。そんな、でもどうして諦めなかったんですか？柴三郎は名誉のためじゃなく、人々を救うために研究をしていると考えていたんだ。だから評価されなくても自分の研究を続けた。そしてその後の医学の発展に大きく貢献していったんだよ。柴三郎の挑戦は研究だけじゃなかった。日本の医学の発展にも力を注いだんだ。具体的にはどんなことをしたんですか？彼は帰国後、日本に伝染病研究所を設立したんだ。当時、日本にはまだ感染症の専門研究機関がなかったからね。でも、ここでまた大きな挫折を経験することになるんだ。今度は何があったんですか？政府の方針転換で、伝染病研究所が文部省の管轄になり、柴三郎は所長の座を追われることになったんだ。自分が作った研究所から離れなければならない。これは相当悔しかったと思うよ。それは辛すぎる。でもそこで諦めなかったんですね。そう。彼はすぐに新たな研究機関を立ち上げた。そしてその後、慶應義塾大学医学部の創設にも関わり、日本の医学教育の基盤を作ったんだ。すごい。まさに挫折は成功への階段であるを体現した人生ですね。その通り。柴三郎は何度も壁にぶつかりながらも常に前を向き、新しい挑戦を続けた。だからこそこの言葉には彼の人生そのものが詰まっているんだ。私も
この言葉をもっと大事にしたいです。そうだね。では、次のセクションでは、私たちがこの言葉をどう活かせるか考えていこう。未来に活かせることを話し合うために、いくつかのテーマを考えてみたよ。好きなものを選んでね。挫折を乗り越える思考法。失敗した時にどう考えれば前向きになれるか。北里柴三郎のように挑戦を続けるためのマインドセットとは。勉強や仕事における失敗の生かし方。試験や仕事でのミスをどう成長につなげるか。失敗を学びに変える具体的な方法とは。長期的な成功のための継続力。一度の失敗で諦めずに続けるコツは。成功する人が持つ粘り強さを身につけるには。長期的な成功のための継続力を選びます。ちょっと相談してもいいですか？もちろん。どうしたの？私、最近すごく考えてることがあって、成功って一回できたら終わりじゃなくて、続けて成し遂げなきゃ意味がないと思うんです。すごく大事な考え方だね。前にどこかで再現できなければその絵は自分の実力ではないみたいな名言を聞いたことがあって、うろ覚えなんですけど、すごく納得しちゃって。なるほどね。一度できたことが本当の実力ではなく、何度でも再現できることが本当の力ってことかな。そう。それ、私もたまたまうまくいったんじゃなくて、ちゃんと自分の力で何度も成功できるようになりたいんです。でも、それってどうすればいいんでしょう？それこそ、北里柴三郎の挫折は成功への階段であるがヒントになるんじゃないかな。彼も成功を一回きりの奇跡じゃなくて再現できる科学として築き上げた人だからね。確かに。でも、どうやったら継続して成功できるんでしょう？大きく分けて3つのポイントがあると思うよ。1、小さな成功を積み重ねる。まず、1回できたからといって安心せず、何度でもできる状態を作ることが大事だね。習慣か。でも、どうすれば成功を続けられるんでしょう？例えば、北里柴三郎は破傷風菌の研究で同じ実験を何度も繰り返し、常に同じ結果が出るようにしたんだ。それは、毎日同じ時間に実験の準備をし、同じ手順で実験を行い、結果を丁寧に記録するという地道な作業の繰り返しだった。再現できるまで試行錯誤を続けたんだよ。なるほど。じゃあ、私も勉強とか絵とかで1回できたら OK じゃなくて、何度やっても同じようにできるかを意識した方がいいってことですね。そうだね。例えば、テストで一度良い点が取れても、それが偶然じゃないかどうかを確認するために、もう一度同じ問題を解いてみるとかね。2つ目のポイントは、失敗を怖がらずにデータとして生かすこと。でも、やっぱり失敗すると落ち込みますよ。それは当たり前だよ。でも、北里柴三郎は失敗は成功へのステップと考えて、どこがダメだったのかを記録して、次に生かしたんだ。記録する？そう。例えば、絵を描くなら、今日はここがうまくいかなかったとメモを取る。そして次に描くときは、その部分を意識して改善する。そうすれば、同じ失敗を繰り返さずに済むよね。なるほど。確かに、失敗をデータとして見れば、ただ落ち込むよりも次にどうすればいいかが見えてきますね。3つ目は、継続できる仕組みを作ることだね。仕組み？どういうことですか？人間って、意志の力だけでは継続が難しいんだよ。だから、北里柴三郎も研究チームを作ったり、実験のスケジュールを決めたりして、続けざるを得ない環境を作っていたんだ。なるほど。じゃあ、私も例えば毎日決まった時間に練習するとか、友達とお互いにやったことを報告し合うとか、そういうルールを作ればいいんですね。そうそう。継続できる環境を作ることで、自然と努力が続くんだ。よし。
私も試してみます。見てくださっている皆さんは、どんな感想を持ちましたか？ぜひコメント欄で聞かせてください。今日は、ありがとうございました。皆さん、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。北里柴三郎の言霊、挫折は成功への階段であるには、失敗を終わりではなく、成功への一歩として捉える大切さが込められていましたね。ここでもう一度、あなたに問いかけます。あなたにとって、挫折は何につながると思いますか？彼自身も、破傷風菌の研究やペスト菌の発見、日本の医学教育の発展において、何度も挫折を経験しました。しかし、その度に学び、工夫し、挑戦し続けたからこそ、世界に貢献する偉大な功績を残すことができたのです。私たちも、何かに挑戦する中で失敗することがあるかもしれません。でも、その失敗を成功への階段として、一歩ずつ成長していけるはずです。心に響く言霊コレクションでは、エネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。そして、コメント欄で今日の言霊についての感想や、あなた自身の挑戦について、ぜひ聞かせてください。それでは、良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊も、あなたの心に響け。